皆さん、会話するはもう大丈夫ですか？ Amazon のプライムデーが始まりましたが、今回は実際に僕が使っているもの、買ってよかったものを中心に商品をご紹介していきたいと思います。セールで値段が安くなるというのもあるんですが、セール対象品以外でもプライムデーの期間中に買い物をすればお得に還元を受けられます。なのでセール対象品もそうでないものも紹介するんですが、ぜひぜひどちらも検討してもらえるといいかなと思います。ということで早速ご紹介していきたいと思います。一つ目はこちらのサテチのウォレットスタンドです。僕の動画では何回も紹介しているんですが、スマホのこの背面につけてもう財布代わりに使えるようなアイテムです。僕はこれによって財布を完全に持ち歩かなくなりました。僕もこんな感じでクレジットカードとか身分証も入れているんですが、ここに鍵を入れているので、もうオールインワンで携帯にこれをつけてもうこれだけで外出できるようになっています。でもちろんスタンドとしても優秀です。ヒンジがね、ここめちゃくちゃしっかりしているので、自由な角度で縦でも横でも固定することができるようになっています。財布を手放すと本当に楽ですよ。ポケットの中にこれだけ入れておけばいいので、ほぼ手ぶらで出歩くためにぜひぜひこちら検討してみてください。続いてこちら、スマートリングです。最近はウェアラブル製品をねつけている人も増えてきたかと思うんですけど、多くはスマートウォッチだと思うんですね。ただやっぱりね、スマートウォッチってずっとつけてると蒸れるという人も多いと思います。運動とか睡眠とか、心拍数とかね、そういったものできるだけ数値で管理しておきたいし、管理するなら24時間データを取りたいんだけど、ちょっと時計をずっとつけておくのもなという方には、まさにスマートリングがおすすめで、その中でもリンコンはとにかくコスパがいいんです。プライムデーの先行セールの対象品で4万2000円まで下がっています。基本はですね、本当につけておくだけです。スマートウォッチってね、いろいろ操作したりっていうところが、若干煩雑だったりもするかもしれないんですが、スマートリングはあくまで体につけるのはセンサーだけ、データとかはスマートフォンで確認するようなものです。睡眠時間を計測して自分の健康状態とかを可視化できたりだとか、その他にも、活動量のモニタリングだとか、ストレス指数だとか、心拍数とかも測れます。アクティビティ、僕は結構運動するので、それこそ暗闇ボクシング行ってるんですけど、これ衝撃耐えられるのかなと思ってましたが、もう全然余裕です。デバイスとして壊れるとかの問題点は全くありませんでした。実際僕スマートリングと同時に睡眠時間とかアクティビティによる消費カロリーとか心拍数の計測っていうのもやってみたんですけど、スコアはほぼほぼ変わりませんでした。いや、すごいですね。なのでもうスマートウォッチずっとつけてるの不快で外しちゃうというような方にはもうめちゃくちゃおすすめできるアイテムになってます。あともう一個スマートウォッチと比べて優れている点がこのバッテリーの持続時間です。このリンコンのスマートリングは交渉値では2週間くらい、ここでは12日となっていますね。で実際の使用感でいうと、だいたい10日とちょっとくらいですね。ただもう十分です。別に1週間を超えたら、正直充電のストレスみたいなところに差はないと思います。旅行とかで別で充電器を持っていかなくていいっていうのはすごく楽だと思いますね。幅はだいたい7ミリくらいです。で外側はチタン合金になっていて、鈍い光沢感が比較的ファッショナブルなんじゃないかなと思います。もう本当にボクササイズでバンバン殴ってたし、プールも入ったし、シャンプーや洗剤もつけたんですけど、もう全く問題なかったです。そういった意味では本当に存在を忘れられるデータ計測ツールとしてリンコンのスマートリングはかなりおすすめできます。もちろん安すぎるものを買って適当なものを買ってもすぐ壊れたりデータが正確じゃなかったりっていうのはあると思うんで、値段とクオリティという観点ですごくお得なスマートリングなんじゃないかなと思います。スマートリングつけてて若干目立つみたいな意見もわかるんですけど、他のリングとかとね組み合わせてるとそんなに違和感ないので、コーディネートとしての組み合わせ方もいろいろ模索するのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、続いてはこちらです。シュピゲンのガラスフィルムになります。皆さんのスマホの画面どうですか？割れてないですか？僕は割れてます。なんでこんな僕落とすんですかね。もう購入回数がそれを証明してますけど、1つにつきね2枚入ってるんで僕10枚割ってますね。ただその10枚全部割とシュピゲンを買ってるっていうところにも理由があって、とにかくつけやすいんですよ。この Easy Fit Tray というものにも最初からついていて、スマートフォンに固定して貼り付けていく形なので、
絶対に失敗しないと言っていいと思います。でこう触り心地とかも全然違和感がないので、もうかなり愛用してますね。スマートフォン割と毎年乗り換えてる身ではあるんですが、もう毎回これを買ってます。ボロボロのねスマートフォン使ってる方いますけど、それは不便ですからね、普通に是非このタイミングで安くなっていますので張り替えてみてください。はい、プライムデー先行セールで、2つセットで2240円になります。続いてはこちらです。ピタカのマグイージーフォリオという iPad 用のケースになります。僕は iPad mini 用に使っています。純正も含めて iPad mini のケースっていろいろとあると思うんですが、 iPad を縦置きできるっていうのがなかなかケースの選択肢ないんですよね。そういう観点ではもうめちゃくちゃ便利です。こんな感じで、角度をね様々こう固定することができるようになっていて、縦だけでなく横置きも可能です。特に僕はですね、最近MacBook のサブディスプレイとしてこの iPad を使うことが増えて、AI 系のツールをこう横に表示しておく上で非常に縦置きは便利です。縦置きのためにスタンドを買うとかっていう選択肢ももちろんあると思うんですけど、カバーと兼任しているので余計な荷物が増えないっていうのが一番のメリットですね。ヴィーガンレザーの素材感は、高級感というほどではないけど安っぽくもない。ここには Apple Pencil 用のホルダーもあるので、カバンの中にねこのまま突っ込んでも Apple Pencil がバッグの中でどっかに行ってしまう確率がかなり減ります。家ではこれで動画を流して、仕事先ではサブ端末として使って、そういった使い方がより便利になるのがこのピタカの iPad ケースです。僕はミニ用を使っているんですが、エアやプロ用のケースもありますし、あとホワイトとかね、ブルーのカラーもあります。でも個人的にはね、なんかガシガシ使えるという点でブラックがおすすめですかね。安い、すごい安くなってる。2000円安くなってますので、ぜひぜひ検討してみてください。続いてはこちらです。USB-C ケーブルになります。僕はねもう何回も、もうね4年前5年前ぐらいからずっともうこれが一番だと言い続けています。アンカーパワーライン3フロー USB-C ケーブルです。ガジェットでね 4,5 年前から定番が変わらないっていうのはなかなかすごい方だと思います。しかも USB-C ケーブルで、何が特徴かっても圧倒的にこの素材感です。シリコン素材を使っていて、とにかく癖がつきにくく絡まりにくいです。何についてきたかもよくわからない USB-C ケーブルを使っている人ももちろん多いと思うんですけど、こだわるとね結構便利ですよ。本当に便利というかストレスが本当に減ります。でもなんかこんなに選択肢があってちょっとよくわかんないという方もいらっしゃると思います。もう悩まない選択肢を教えてあげましょう。ブラックかホワイトを選ぶのが一番無難だと思います。そして長さは特に理由がないなら 0.9 と 1.8 なら 1.8 メートルがおすすめです。出先で作業するとか職場でコンセントがちょっと遠いみたいなちょっとしたハプニングというかね、イレギュラーな事態においても2メートル近い長さがあればほぼ確実に対応ができます。1メートルとかだと、たまに手元まで届かないっていうのはあるんですよね。ケーブル持ってんのに使えないっていうのが一番不幸なパターンなので、これはかなり検討する価値があると思いますし、1290円は安くないか？めちゃくちゃ安くないか？なんか過去1ぐらいで安い気がしますね。ほら普通ね1300円ぐらいなんですよ、セールになっても。1200円なので、もう1本とは言わず、僕も今これ2本持ってるんでね、ぜひぜひ2本目3本目と検討してみてください。 USB-C ケーブルはあって困ることはないです。ちなみにライトニングケーブルも一応あるので、バリエーションが欲しい方はこちらもぜひ見てみてください。あとはこれだ、ピカチュウもあるよ。でもホワイトでいいんじゃないかな。で今のはロングケーブルの話ですね。で玄人向けにおすすめしたいのがこの超ショートケーブルです。僕が使っているのはこの13センチのケーブル。何よりもコンパクトなんですよね。で正直充電とかの用途ではそんなに使わないと思います。使う場面があってもモバイルバッテリーとスマホのような手元だけで完結するような場合だけですね。主にはデータ転送などで使うのが一般的かなと思います。とにかくコンパクト。そして13センチぐらいのケーブルって他にもあるんですけど、折りたたんで止められるんですよね。実質的に7センチ8センチぐらいのサイズ感になります。なので、ポーチとかの本当に隙間にもとりあえず忍ばせておける。さっき言った通りケーブルなんてあって困ることはないので、これぜひポーチの隙間に忍ばせておいてみてもいいんじゃないかなと思います。この値段、このコンパクトさでありながら
データ転送がすごくね速いので、映像出力とかも含めてね、そういうスペックが高いので、結構こうガジェットとかを持ち歩く方にはこうサブアクセサリーとしてすごくおすすめできるアイテムです。続いてはこちらのラップトップスリーブになります。これもですね、最近紹介した通りで、なんか PC をしまうスリーブをこう買いたいと思った時に、意外とこう MacBook にぴったりのサイズ感のものって多くないんですよ。これはもう入れるとぴったりです。でかつ縦入れっていうのも結構大きなポイントですね。バッグの中にスリーブを入れたまま PC を出し入れできるので、実質的にこうバッグの PC ポケットのこうクッション性とかを上げるみたいな使い方ができます。テイクレザーの素材感はこれも正直めっちゃ高級感があるというわけではないんですが、最低限安っぽくないような印象です。水とか汚れには本革よりも圧倒的に強いので、僕はランニングをする時にね PC を背負って走るっていうことがあるので、汗がバッグに染みてきてもこう PC とか他の荷物がダメージを受けないような、ある種の防波堤としての位置づけでもあります。これだけ割とニーズにぴったりながら比較的安く買えるというのは結構いろんな方におすすめできますね。続いてはこちら Apple Watch 用のバンドです。ノマドのストラトスバンドというバンドになります。もう今まさにつけていますが、僕がつけているのはこのオレンジではなくイエローの方ですね。ボルトというカラーになります。見た目がとにかくかっこよくてですね、この特に Apple Watch Ultra との相性が抜群です。ウルトラのチタニウムボディと相性のいいようなこのチタンのバックルのカラーになっていて、そこをラバーがつなぐような見た目になってるんですが、このフォーマル感とスポーツ感のちょうど間ぐらいがいろんなシーンで本当に使えます。さすがにめちゃくちゃドレススタイルのシーンだとちょっと不向きかもしれないんですけど、日常的にそれこそね運動もして、でその後私服とも合わせてっていうような場面では本当に品を落としすぎず上げすぎず、どんな場面にも相性がいいバンドかなと思います。肌に触れる部分がほとんどラバーなので、スマートウォッチ、ずっとつけてる方がほとんどだと思うので、よりストレスは少なくなるかなと思います。とにかくビジュで買うものですね。これは本当に僕おすすめできますね。ここからユーグリーンさんからご提供いただいた製品をご紹介していきたいと思います。モバイルバッテリーなんですけど、何よりも見た目がかっこいいシルバーグレー、めちゃくちゃ質感が高いんですけど、ここにちょっとしたディスプレイが備わっています。これは現在のバッテリーの残量だけではなくて、給電中に何ワットで入力できているか、また充電完了までどのくらいの時間がかかるかっていうのをここで案内してくれます。でこのストラップの部分は実はそのままケーブルになるんです。こんな感じ、無駄がないですね。10,000mAh で 45W 出力、それでいて比較的薄いデザインなので、特にMacBook Air とか比較的エントリー向けの PC を使っている方には、特におすすめできますね。もう本当にポーチにさっと忍ばせておけば、十分に使えるアイテムです。ちなみに大きな特徴としてこの燃えにくさっていうのがあるんですね。そもそも結構ハードめな素材なので、堅牢性が高いことに加えてしっかりとしたテストを通過しているということもあって、何かとねモバイルバッテリーは今話題になりがちなので、比較的安心して使える製品かなと思います。でそんな 45W10000mAh のモバイルバッテリーに対してもう一つこちらに同じく 10,000mAh で 30W 出力が可能なモバイルバッテリーがあります。ユーグリーンエアーという名前の通りで、先ほどのものと比べても若干薄いですね。ただ個人的に一番使いやすいのはこの裏面のマグセーフ C2 充電に対応している点です。なのでスマートフォンとかはもう貼り付けたら充電が開始します。これ要は充電の出力先がこのワイヤレスと、あとここにねストラップがついてるんですけど、さっきと同じでこれもまたケーブルなんです。よいしょ。ユーグリーンのこの固定ケーブルの収納の仕方はすごくスマートですね。有線であれば 30W の出力にも対応しているので、同時に充電することができます。このワイヤレスと付属のケーブル、そして USB-C ポートもついているので、最大3台まで同時に充電することができます。これ特に旅行先ですごく重宝するかなと思います。これをモバイルバッテリーというよりは充電スタンドのように使う考え方ですね。荷物を減らす観点ですごく役に立つかなと思います。もちろんそれができるようなパススルー充電にも対応しています。そしてやっぱり質感が最高です。ユーグリーンのこのチャージ系のアイテムはすごいですね。そして最後は充電器です。100W にも対応するかなりタフな充電器になっています。少し大きめかつ重めで、外出に持ち運ぶというよりは
デスクとかに置いて使うのが一般的かなと思います。それもあって何よりもこのポート数の豊富さですよね。USB-C が4つ、そして USB-A が1つの合計5ポートになります。タッチモニターがついていて、充電状況はリアルタイムで表示をしてくれます。温度を監視してくれるというところはもちろんなんですが、個人的に嬉しいのはこの1ポートあたりの出力をしっかりと表示してくれるということですね。緊急で充電したいものがあるんだけど、今これちょっとスピード遅いから他のデバイスを抜こうとか、そういった選択が取れるようになります。僕はこれはちょっとデスクでフル活用します。にしても質感が高いですね。本当にこのシルバーの仕上げ方というかね、このマットな感じですよ。ちなみにこの U グリーンの製品に関しては、実はプライムデーが終わった後も延長セールというのが行われるらしいです。プライムデー本体と同じ割引率で購入ができるので、ちょっと乗り遅れたという方も公式ストアをぜひぜひ覗いてみてください。てか安いですね。8980円が3000円値下げしてますね。33% オフですもんね。大型デバイスをお持ちの方はぜひぜひ検討してみてください。ガジェットはここまで。続いては、他のね、様々な生活雑貨についてご紹介していきたいと思います。まずはこちらです。これはもう最近の結構僕のお気に入りの一つでもあるんですが、サロモンのアクティブスキンというバックパックになります。12という名前は、12リットルの容量という意味です。最小限の荷物が入るような、いわばトレラン用のバッグなんですが、僕は通常のランニングで PC を背負って走るために、このバッグを購入しました。とにかくね、体へのフィット感がものすごく高いです。どうしてもね、荷物、特に PC なんて入れると重いので走ってる間上下に揺れたりするんですが、本当に密着するので、かなりその振動とか揺れは感じません。胸の前の部分ではゴム紐で留めるような設計になっているので、こう体の伸縮というかね、呼吸に合わせてこのフィット感が調整されるんですね。なので締め付けられている感がなく、でもこう荷物が揺れない、隙間がないような仕組みになっています。サイドポケットにはスマホとかを入れてもいいですし、トレイルランニングじゃなくてもかなりいろんな用途で使えるんじゃないかなと思います。裏側とかはね、メッシュ生地になっているので、汗とかこの季節とかだいぶかきますけど、通気性についてそんなに何か感じたことはないですね。これは結構おすすめですね。続いてはこちらです。シャンプー用のボトルセットになります。長いこと使ってるんですけど、銭湯とかサウナに行った時にシャンプーが備え付けられていない場合ってありますよね。あとは旅行とかで家で普段使っているシャンプーをそのまま使いたいという方にもおすすめしたいこのボトル。比較的コンパクトで、それぞれカラーが違うので、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、あと僕は保湿用のジェルも合わせて4本をこのポーチに入れて持ち歩いています。ポーチの中に入っているので、万が一中でこぼれたりした時にもこの中だけで事故が完結します。他の荷物が濡れたり汚れたりっていうことはありません。僕結構ね、銭湯好きで行くので、そういった意味でこれとタオルを入れてもう出かけたりします。続いてこちら、タイムメーカーボトルという水筒になります。1日2リットル水を飲みましょうという話はよく聞くと思いますが、それを達成するための水筒と言ってもいいと思います。こんな感じで何時の時点であと何リットルものところまで飲みましょうというような、この刻印が入っているので、今時間に対して自分の摂取水分量が押してるのか巻いてるのかっていうのを常に確認することができるんですね。1回で1リットル入るので、昼くらいに空になったらもう1回入れてまた飲み始めると。これを使い始めてからはもうだいぶ水を飲むようになりましたし、今までいかに飲んでないかということも実感しました。で、見た目としてもですね、ここまでシンプルなボトルってそうそうないんですよね。なので、そういった意味でもおすすめなのと、あと軽いんですよね。1リットルの水を入れて、かつ魔法瓶とかで持ち歩くと結構背負ってる荷物が重くなります。もちろん保温性はないんですけれども、その分、水を持ち運ぶことに集中して、使い続けられるボトルかなと思います。これはね、結構おすすめですよ。続いてこちらです。はい、コンビニバッグインベントという、エコバッグ、サブバッグの製品ですね。サブバッグ、エコバッグ持ち歩いてる人多いと思いますが、いちいち出してしまってっていうのがめんどくさくて、僕もスーパーから肉とか買ってもそのままパックを手に持って帰ることも結構多かったんですよ。で、そんなサブバッグ、エコバッグをできるだけ使いやすくしたっていうのがこの製品になります。とにかく出し入れが楽です。
まず収納ケースがこのバッグ本体に縫い付けられているんですが、もうぐしゃぐしゃぐしゃっとこの収納バッグの中に袋の生地を入れていくだけです。もう折ったり畳んだりなんかアクションする必要は本当にありません。この写真くらいの小ささになるので荷物の中で邪魔になることもないですね。逆に S サイズで容量足りるのと思われるかもしれないんですけど、十分です。日常的な買い物、食料品も含めて、全然こと足りますね S サイズで。僕結構いろいろと試したんでこれは一押しです。続いてこちらです。無印良品のふーっと膨らむネッククッション、ネックピローですね。旅行の時に重宝するかと思うんですが、みんなねバッグの後ろとかにこうつけてますよね。ただかさばるったらありゃしない。なので結局ねエアー系のこの製品のメリットってとにかく薄くてコンパクトということなんですが、膨らませるのが手間だったり、あとはこうね口をつけるのでちょっと衛生的にどうなのというところもあるかもしれませんが、それを解決したのがこのふーっと膨らむネッククッションなんです。この息の吹き込み口が特殊な構造になっていて、まず口をつけなくていい、もうふーっと息を送り込むだけで自然と膨らんでいくんですね。で、丸めてこう固定していくだけと、完全な密閉ではないのでだんだんしぼんではいくんですが、飛行機1フライト長くても十数時間だと思うのでそのくらいは余裕で耐えます。その度に膨らませるのすら手間がないので、もう何よりも身軽。結局ネックピローってもう旅行の行き帰りしか使わないのにあんなにかさばるってこと多分ほとんどだと思うんです。是非このタイプに切り替えてみてほしいです。もうなんか荷物の負担が全然変わります。続いてこちらです。無印良品薬用クリアケアオールインワンジェルです。先ほどトラベルボトルのね話をした時に実は入れていたものと同じなんですけれども、化粧水、乳液、保湿剤全ての役割をこれ1本で担えるというような、保湿ジェルなんです。例えばね急にみんなでサウナ行くことになったとか、もうジムでシャンプーは備え付けられてるっていう場合にとりあえずこのコンパクトなものをポーチの中に入れておくだけでシャワーを浴びた後とかの乾燥の具合が全然違います。なんだかんだこれを気に入って僕はもう全部家の保湿剤もこれにしちゃいましたね。もう1本で済んでこのサイズ感っていうのがすごい便利なんですよ。美容になんかこだわるのもちょっと手間だなという方もこれだけでもねつけると肌の感じがだいぶ変わってくるのでおすすめです。続いてはこちらです。ラミーのボールペン。僕はこの最近ねノートを持ち運び始めたんですけど、それと一緒に使っているのがこのボールペンです。もうねとにかくお気に入りなんですよ。この何より見た目の雰囲気かっこよくないですか。インダストリアルな見た目で、透明軸ということもあって中の金属芯が見えるようなデザインになっています。クリップとかあとノック式の相性もこの透明軸とすごくいいですね。で何よりもこのボールペンの特徴はこのジェットストリームインサイドという部分です。中の油性インクが三菱鉛筆のジェットストリームになっています。なのでもうとにかく書いていってもぬるぬるです。ジェットストリーム使ったことない人さすがにそんないないと思うんですけど、油性インクの中では一番王道な選択肢なんじゃないかな。こういう低粘土油性インクの市場を開拓した存在ではありますよね。ちょっと文房具オタクすぎるな。とにかく書いていてストレスのない滑らかさ、そしてラミーのこのデザイン性、この2つ今まで文具ファンが改造でやっていたものを、公式が出してくれるようになったっていうのが、一番のメリットです。いいボールペンなんて1個じゃダメだ、もっと持っててもいいと思うんですけど、1本目としてもすごくおすすめですね。ちょっとした話のきっかけにもなるようなペンだと思います。とにかく書きやすいんでね、続いてこちらです。シャークのハンディクリーナー。ハンディという名前がつきつつ普通にこういったロッドを伸ばして掃除機としても使えるようなものになっています。基本的にはロボット掃除機に掃除を任せつつスポットでねちょっと汚れた部分だとかホコリやゴミが気になる部分を吸いに行くという使い方がおすすめです。使っていて気づいたのはとにかく吸引力が高いですね。コンパクトサイズの掃除機にしては、すごくパワフルな吸引力を誇ります。そしてこんな感じで充電スタンドがついているので家の中で定位置を決められるんですね。さっと取り出してさっと使ってすぐに戻す。見た目にも僕は特にアイボリーを選んだっていうのもあって、家電っぽさが若干軽減されていてサブ掃除機として結構おすすめのアイテムです。続いてはこちら忍者という、実は日本の企業ではないのに忍者のミキサーになります。
僕はこれによって朝食のシステム化に成功しました。健康にね気を使うようになったお年頃ということもあって、スムージーをね朝飲むようになったんですが、とにかくコンパクトでかつ充電式なんですよね。なのでケーブルの長さとか気にせずキッチンのいろんなところで使うことができるようになっています。でボトル部分だけ取り外して飲めると。実際のスムージーのメニューとかは是非ね他の動画でも紹介しているので見てほしいんですが、朝食ちょっとね取る時間がない、めんどくさいという方でも一回システム化してしまうと結構続きますよ。なので、スムージーぜひ一つ選択肢に加えていただきたいですし、これその点ではねかなりコスパのいい選択肢になってるかなと思います。続いてこちらです。フレキシスポットのスタンディングデスクの足です。僕が今使っているプレダクツのデスクも足はですねフレキシスポットなんですよ。天板は Amazon では販売してないんですけど、足の部分はこうやってセールのタイミングで買うのが結構お得です。 E7H はプレダクツで使える一番ハイエンドなモデルの足ということもあって、耐荷重もそうですし、プレダクツで使うと奥行きをしっかり取ることができるんです。ぜひプレダクツはじめ昇降デスクを検討されている方、このタイミングがおすすめです。ちなみにこれは足だけの値段なので、1点注意してください。プレダクツを検討している方は、この足だけとりあえず買っとけば問題はないです。そして最後はこちら、コクヨのイングライフ、まさに今座ってるこのオフィスチェアです。もうね、僕が一番今まで座ってきて使いやすかったオフィスチェアが、このイングライフになります。とにかくねバランスボールに座っているようないい意味での安定感のなさなんです。家での仕事が続いていたりすると、どうしても同じ姿勢に凝り固まりがちなんですが、座っていながらもこうやって体を少しずつ動かして姿勢を常に楽な体勢に持っていけるんですね。これによって体の一箇所に負担がかかりにくいというのがあります。そう結構こんな感じで傾くんですよ。座面がね360度自由に動くのでおすすめです。このカラーリングとかウッドを使った素材感っていうのも部屋の一角で仕事をするというような方に向けたチェアになっているので、部屋なじみもすごく良いです。オフィスチェア検討されている方で、特にですね既存のオフィスチェアだとちょっと何か物足りないというような方いらっしゃると思います。ぜひぜひね、候補に入れていただければと思います。あと最後、僕がいろいろとこのタイミングで買い足すね消耗品とかをちょっと紹介していこうと思います。ですね、まずはこれクレアチンです。最近めっちゃ買ってるんですけど、朝毎朝飲んでます。ちょっと流行ってましたよね。脳が冴えるとか体のパフォーマンスが上がるとか、いきなり効果が出るものじゃないんですが、飲み続けることに意味があるということで、クレアチン、結構粉末タイプが多いんですけど、これは錠剤なのですごく飲みやすいです。もう僕なんか水なしでパパッと飲んじゃうので、ちょっと一回試してみたいなという方は一番ハードルの低いこの錠剤タイプがおすすめです。あとそうだ、体作りという観点ではこれもですね、僕が飲んでいるのはこのレイズのプロテインになります。で15回買ってんだ。僕もう15キロこのレイズのプロテインを摂取してるということですね。ミルクティー味が一番無難な味なので、いろんな飲み方ができると思いますし、それこそさっき言ったスムージーに僕はこれ入れたりもしています。1日1杯飲むだけでタンパク質 20g 取れるので楽にタンパク質取っていきましょう。で冷凍食品、僕 Amazon のものいろいろ試したんですけど、結局リピートしてるのはこれですね。美食天津餃子館の冷凍餃子、これね美味しいんですよ。これ焼くのもそんなに手間かからないです。めっちゃ美味しい。本当に美味しい。1個単位でもうガサッと袋に入っているので、食べたい分だけ食べられるっていうのも魅力ですね。ちょっと今日数が少なかったり量が少なかったりするから、0.5 人前だけ足そうかなみたいなこともしやすいです。これはね一回買ってみてほしい。文句を言うのはそれからにしてほしい。最後です。これもね定番ではあるんですけどね、ノニオ、なんだかんだこれに落ち着きましたね。僕ねこの前一回このビジュだけでこの歯磨き粉買ったら全然美味しくなかったんですよ。歯磨き粉に美味しさなんていらないと思ってたんですけど、あまりにも後味っていうんですかね、うがいをした後の口の中の感じがすごい嫌だったので、やっぱノニオですね。ホワイトニング効果も
なんだかんだ僕使い続けててやっぱ大きいんじゃないかなと思います。これを使ってると白くなるというよりは汚れるのを多少なりスピードを遅くしてくれるというようなイメージですかね。値段的にも十分コスパは高いので、消耗品としてこのタイミングで買い溜めとくのもいいかなとは思います。はい、ということで以上が今回僕が Amazon プライムデーでおすすめするアイテムたちでした。長くはなりましたが、気になったものがあればぜひこの概要欄の方から、リンク飛んでいただければと思います。最初にも話した通りでセール対象品であろうがなかろうが、お得に買えるというところは間違いがないので、無駄な買い物はしすぎず吟味しつつでぜひぜひ楽しく買い物をしてもらえればと思います。ということで、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げているのでぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。今日この辺で以上なごみけでした。では。